アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしておりますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回はインディアンモーターサイクルの歴史を知ろうの後編ということで、誰かに話したくなるインディアンの歴史後編をお伝えしていきたいと思います。イノベーションを起こし続けて上り調子で成長を続けていたインディアンモーターサイクルの前編については概要欄からぜひチェックして後編お楽しみいただければと思います。では早速こちらですね、1940年代終戦後の経営危機が訪れますというお話やったんですけども、戦争の時に一般向けのバイクを製造するのをやめてしまったということがあだになりまして、せっかく戦争終わりのバイク特需に盛大に乗り遅れてしまったインディアン社事業が立ち行かなくなってしまいまして、1953年には業績不振により全モデル生産終了ということになります。イギリスの企業ブロックハウスという会社に経営を変わりまして、イギリスのバイクをインディアンとして販売するという形でインディアンモーターサイクルの延命を図っていきます。これなんでイギリスの会社がインディアンの経営を握ったかという話なんですけども、当時ねバイクブームの火付け役、バイクブームを牽引してたのは若者たちなんですが、ヨーロッパに戦争に行ってその時ヨーロッパで見てたヨーロッパのバイクがとてもかっこよかったと、アメリカに戻ってきました。アメリカのバイクメーカーの作るバイクとヨーロッパのメーカーが作ってるバイクっていうのは骨格とかシルエット全然違うので、そこでね戦争の時に見たヨーロッパのバイクかっこよかったなというところで、ヨーロッパ車みたいなバイクかっこいいよねという風潮もあったので、そこに目をつけたんじゃないかなと僕は推測してます。こちら写真にあるのが1959年インディアンブレイブモデル R、 これはシングルのエンジンで、あとこれですね、ブロックハウスという会社が当時イギリスでめちゃくちゃ人気があったロイヤルエンフィールドというバイクに着目しまして、イギリスでめちゃめちゃ売れてるロイヤルエンフィールドを輸入してきて、アメリカ人に受けそうなカスタム、ちょっとアップハンドルにしたりシートをちょっと長くしたりというところでちょっとアメリカンナイズさせて、ロイヤルエンフィールドインディアンという名前でインディアンのバイクなんですけど、中身はロイヤルエンフィールドということで生き残りをかけていくんですけども、やっぱりなかなかねうまいこといかずに、インディアンといえばこの形ちゃうやろとうまいこといかなかったので、同時にね持ってきてたバイク、こちら1950年代パプースね、もともと戦争の時にイギリス軍が使ってた折りたたみ式のスクーターです。これハンドル畳んで飛行機から下に落として兵隊さんも一緒に降りてバイクそのまま作戦行動に移るぞと、軽量でコンパクト、取り扱いもしやすいというバイクに目をつけて、それをアメリカに持ってきて赤く塗ってインディアンとして販売をするんですけども、これねインディアンっていう名前じゃなかったら売れてたかもしれないですけど、やっぱりインディアンっていう名前はアメリカ人の人たちの中でもやっぱ特別なものだったので、なかなかねロイヤルエンフィールドインディアンもパプースも受け入れられることがなく、うまくいかない1950年代迷走していくんですけれども、他方インディアンが伝説になったのも1950年代、こちら当時ね大衆娯楽として大人気だったモーターサイクルレース、これ見てください。一番前インディアンって書いた51番ね、ゼッケンプレート先頭走ってるんですけども、レースシーンではもう破竹の快進撃です。とにかく強かった。1940年代から50年代は業績不振で経営陣が変わったり売るバイクが迷走したり、インディアン社は下降線をたどってしまうんですけども、インディアンレッキングクルーと呼ばれるチームがありましてめちゃくちゃ強かった。大衆娯楽で大人気のモーターサイクルレースで勝ちまくって、インディアンすげえなと、インディアンのバイク、インディアンのブランドを神格化していくような業績を残していきつつ、1951、2、3年にはスプリングフィールドマイルレース、アメリカで難しいレースを3年連続レッキングクルーが優勝しますと、そこでね強いインディアン、速いインディアン
っていうイメージの伝説に神格化されるような1950年代になったんですけども、インディアンのね現代につながる話なんですが、レースの遺伝子現在も受け継がれてまして、新しいレッキングクルーこちらも大活躍しております。ニューレッキングクルーも強いインディアンを体現しまして、キングオブバガーズとアメリカンフラットトラックスーパーフーリガンでもやっぱりインディアンめちゃくちゃ強いぞと。あの時のレッキングクルーは、あの時のインディアンは今もレッキングクルーで今もインディアンだぞと。そういうインディアンの今につながる魂の残りがこちら1950年代。過去にはね、世界最大でアメリカ最古でイノベーション各時代で起こしまくってめちゃくちゃすごい会社やったインディアン、めちゃくちゃすごかったインディアンが経営難でガタガタになっていって会社としてボロボロになっていく姿でも、その昔からある車両たちが活躍し続けて伝説を見せつけてくれているという黄金時代の憧れとか、あとは車両の希少さとか、そういうこともいろいろ重なりまして、インディアンモーターサイクルは1950年代当時の若者たちからもう憧れの存在に。今のインディアンは違うけど昔のインディアンかっこいいよねと、あの形スカウトもチーフも伝説のバイクということで記憶されていく1950年代を終わりまして、ここからねついに1960年代イギリスの企業がもう無理やと、やっぱりロイヤルエンフィールドをインディアンとして売るのは無理やと、パプースも無理やということでインディアンの事業を売却してしまいまして、インディアンというメーカー自体の活動が一時中断してしまいます。そんな1960年代なんですけども、やはりねアメリカ人の中でインディアンモーターサイクルというブランドはすごい強いものがあったので、そこに目をつけてインディアンの復活を狙う企業が続々と手を挙げるんですけども、やはりインディアンのイメージ、インディアンの精神を体現することはできず、複数の企業に名前だけが移動していってバイクがなかなか世に出てこない、そんな1960年代を過ごしていきます。こちら今画像が出ているのが1971年の SE71 というインディアンなんですけども、完全にね小排気量のオフロードバイク。こちらこれねホンダとかヤマハじゃなくてインディアンのバイクですね。もう面影ゼロです。この時はもうやっぱりバイクといえば、世界中で日本のメーカーホンダヤマハが爆発的に幅を利かせてた時代ということもあったので、やはりインディアンの名前を使ってバイクを売りたい、でも時代が求めてるのはこっちやろということでホンダとかヤマハみたいなインディアンが売られると、そういう1970年代なんですが、ここでもねまた1950年代と同じように60年代には再び記憶にも残るインディアン、重大な記録が生まれます。こちらバート・マンローさん、世界最速のインディアンという映画のモデルにもなってます。40年以上自分の独学で1920年製のスカウトを改造し続けて世界最速記録を出してしまうと。その記録は未だ破られてないと。もうめちゃくちゃです。バート・マンローさん、この世界最速記録出した時68歳です。もう化け物です。ニュージーランドの片田舎でずっと自分でスカウトを魔改造して40年以上、60を超えてニュージーランドからボンネビルソルトフラッツで世界最速チャレンジ。やっぱりねバイク屋さんで当時売ってるインディアンって言ったらホンダかなヤマハかなみたいなデザインやったんですけど、世界最速記録おじいちゃんが、しかも当時40年以上前のバイクスカウトを改造して世界一と、これはとてもすごいニュースになり、やっぱりインディアンすげえなと、あの頃のインディアンやっぱすげえなというような記録が生まれたのも1970年代でした。1980年代になるとバイクシーンを取り巻く環境もちょっと変わってきまして、日本メーカーの台頭によってイギリスのバイクメーカー次々倒産していたんですけども、トライアンフとかヴィンセントとかね、1980年代から活動を中断してた名門バイクメーカーが投資家の手によって復活し始めると
いうことで、古のバイクブランドたちが復活しだすような、そんな空気が醸成されています。インディアンもその波に乗ったのかなと思いきや、80年代売ってたインディアンこちらです。 AMI50 なんやこれと。これね、台湾で作られてるモペット、エンジンついてる自転車みたいなものです。これはもはやバイクというよりはもうスクーターみたいなイメージなんですけど、完全にインディアンの名前だけで、スピリッツは置き去りの1980年代来ちゃうんですけど、ちょっと戻るんですけど、1980年代から名門のバイクメーカーを本格復興させたい投資家さんたちが現れている時代やったので、商標だけがあちこち旅をしまして復活の時を待つことになります。そこから1990年代ね、インディアン復活の兆しがアメリカで起こってきます。こちらセンチュリーチーフというバイクなんですけど、これね、インディアン分かった、みんなが求めてるインディアンはあの時のインディアンやると。でもインディアンのマインドも復活させたいので、新しい技術であの時のインディアン作ったろやんけということで、とある投資家さんがこのセンチュリーチーフというブランドを立ち上げます。この時ね、商標権の問題めちゃめちゃ複雑になってたので、インディアンって名乗ってしまうといろいろ揉めるので、誰がどう見てもインディアンを連想させるようなセンチュリーチーフというブランドでこのバイク発表して、これブランド立ち上げますとお金を大量に集めるんですけども、詐欺で捕まってしまってセンチュリーチーフ実用化されず、そのまま終わってしまいました。残念。時を同じくしてね、今度は別の会社がインディアンエースっていう会社のインディアンっていうバイクのプロトタイプなんですけど、めちゃくちゃややこしいんですが、前編で登場したインディアン4というバイクは他社を買収したバイクやったんですけども、買収されたのがエースっていう会社でして、インディアンがエース社を買収してインディアン4を作ったんですが、そのエース社の商標を買った企業がインディアンの名前であの頃のインディアンを復活させようということで、1998年インディアンエースプロトタイプが発表されるんですけども、これもね、やっぱりメーカーとして始動するまではいかず、計画が頓挫してしまいます。ここからもう直に現代につながってくる話なんですが、1990年代後半、アメリカで複数の投資家によるインディアンモーターサイクルカンパニーという会社が設立されまして、カリフォルニアのギルロイというところに工場を建てて、メイドイン USA であの頃のインディアンのイメージを残したまま復活やということで、いわゆるギルロイ時代のメイドイン USA インディアンモーターサイクルが復活します。こちら1998年から2003年に発売されていたインディアンスカウトなんですけど、これね、エンジンがハーレーのカスタム用エンジン S&S 社のエンジンを使ってたり、知らない人が見たらどう見てもハーレーなんですけど、やっぱりね、インディアンらしさっていうのをバチッと世間に訴えるまではいかずに、ギルロイ時代のインディアンもちょっと不発にガタガタと経営破綻してしまうんですが、このギルロイ時代のインディアン、今度は2006年にまたイギリスの投資会社ステリカンというところが商標権を取得して、今度はアメリカのノースカロライナキングスマウンテンに新しい工場を作りまして、メイドイン USA のインディアンチーフシリーズ生産始めます。これ今画像に出てるのはインディアンのチーフボンバーというやつですね。軍用車で活躍してた頃のインディアンをリスペクトしたようなスタイルとカラーリングになってるんですが、ステリカンのキングスマウンテン工場で作られていたチーフシリーズ見てください。これね、2006年のチーフヴィンテージなんですけど、もうこれやと、インディアンこれやと、今の世に蘇ったあの頃のインディアンやと、あ、インディアン帰ってきたぞと、戦争が終わって低迷した時期もあったけどインディアンが帰ってきたぞという2006年になるんですけども、ステリカンキングスマウンテン時代のインディアンモーターサイクル、ものづくりがもうとにかくハンドメイド多用していたそうで、コスト合わずに大成功まではいきませんでした。2006年から2011年までの間、インディアンの復活ののろしは確実に上げてくれたんですけど、それがちょっと体力的にも無理やとなりまして、2011年にポラリスインダストリーズ
がインディアンを買収して、ポラリス・インダストリーズ時代のインディアンモーターサイクルが始まりますよと。これが今につながってくるというお話になっております。ポラリス・インダストリーズ、これね、また機会があれば他の動画でもお話ししたいんですけど、アメリカが世界に誇るエンジンがついてる乗り物カンパニーみたいな感じです。なんでスノーモービル、あとは ATV、あとは ORV とかね、四輪のバギーとか軍用の戦車じゃないけど車と戦車の間みたいにどんな地形のとこでもガシガシ走るよというような車であったり、あとは船のクルーザーのエンジン作ったり、外遊び用のエンジンついてる乗り物カンパニーの二輪部門としてインディアンモーターサイクルが2011年から再始動かけまして、2014年からスカウト、FTR、チャレンジャー、チーフという形で新しい現代のインディアンがスタートしましたよと。そして10年が経ちまして、もう本格復活を遂げたインディアンモーターサイクルが今皆さんの目にしていただける最新で最強のインディアンと、そういう歴史、誰かに話したくなると思います。ポラリス・インダストリーズのインディアンのものづくり、これ概要欄にも貼っておくんですけど、とにかく初期のインディアンすごくリスペクトしてますんで、各所にねそのこだわり、ものづくりへの情熱、イノベーションたっぷり注入されてますので、この動画見てねちょっとインディアンモーターサイクル興味出たなという人、ぜひお近くのディーラーさん行ってどんなもんやと見てもらったら、ポラリス・インダストリーズ時代のインディアンモーターサイクル車両の凄さ感じていただけるかなと思います。今回は語れるストーリーがある人生を満たすインディアンモーターサイクルの歴史について前後編でお届けしてまいりました。また折を見てインディアンのヒストリーね、いろんなストーリーまだまだありますので深掘りしてお伝えしていきたいなと思います。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報を発信しております。チャンネル登録、高評価、あとはこんなトピック取り扱ってほしいなどあればぜひコメント欄で教えてください。では次の動画でまたお会いしましょう。